今回はですね、人参、人参の最初に乱切りですね、人参の切り方をやりたいと思います。先にですね、ピーラーでこうやって皮むいてですね、皮をむいていきます。で、このですね、人参を、乱切りという、切り方に切っていきます。まずこれヘタを切ってですね、ヘタを切ってこっち側の端っこもこれ切っちゃいます。でこれは煮物とかに使う、切り方なんですけど、人参がゴロンゴロンとした感じで煮たいので、この乱切りという切り方にします。こう斜めにですね、下の方からでちょっとコロッと回してですね、これを1回目に切った人参とだいたい同じくらいの大きさに切っていきます。またコロッと回してこうですね、こういうふうにずっとこうやって切っていくのを乱切りって言いますね。でこれが大きい場合もあるし、もっと小さい場合もありますね。ですからその時の料理のどれぐらいの大きさに、自分が切りたいかっていう大きさに合わせてこっちの人参を切っていきます。今日はこの大きさに合わせていきますので、この大きさでずっと切っていきますね。切ったらコロッと回して、ちょっとですね、こうなんていうのかな、こう出っ張った角を取っていくような切り方ですね。出っ張った角を、この角をこう切る。これで乱切り出来上がりですね。これで、人参の乱切りは出来上がりです。で、次にですね、じゃあ千切りを切っていきましょうね。千切り、これは頭を先に取って、千切りにしたい長さに合わせて、今回はこのぐらいの長さに切りたいので、このぐらいの長さに切りました。でこれをですね、こうやって皮を剥いていきますね。はい、ピーラーで皮を剥いて、でこの長さに切りたいので、こっちからですね、薄くこういうふうに切っていきますね。これ千切りにしたい厚さに、太さに応じて太いのか薄いのか、今回はちょっと薄く切ろうと思うので、薄くこういうふうに切っていきます。こういうふうに切りますね。だいたいですね3分の1ぐらい切ったら、切ってたところを下にして、今度はこっちから切っていきます。こうですね。でまた3分の2ぐらい切ったら、今度はこういうふうに置いてあったのを、こう倒してですね、こっち側から切っていきましょう。こっち側からこういうふうに切っていきますね。でまた3分の1ぐらい残ったら、また倒してこっちからこうですね。でこれ最後まで切りましたね。最後まで切ったら、
こっちの一番最後の細いところをこっち側に移して、こういうふうにちょっと斜めにしますね。で、こういうふうに厚く切ったところ、幅の大きく切ったところですね。幅の大きく切ったところをこの上に乗せます。軽く乗せます。こういうふうに。で、こっちからこういうふうにまた残りのやつをですね、ちょっとこう平らにしてちょっと伸ばしていく感じですね。伸ばしていく感じで、ここの上に重ねましょう。こういうふうにね。で、こっちからこういう切り方はですね、包丁をこう動かしてもいいんですけど、こう動かすと薄く細く切りにくいので、包丁をですねちょっと前に立てて、この根の部分ですね、ここら辺で切るイメージでこういう風に動かしていくと細く切りやすいです。これで指を切るリスクも減るので、こういう風にですね、こうやるとこういう風に千切りができますね。千切りが。で、これをずっと繰り返していきます。こういう風にちょっと慣らしてやった方がここの厚みがですね、厚みが薄くなるので、とても切りやすくなります。で、左手は、前にも説明したように猫さんのこういう左手ですね、猫ちゃんの左手のようにこういう風にして乗せて、でこうですね、これで、人参の千切りの出来上がりです。でですね、あと半月切りとかですね、いちょう切りっていうのがあるんですけど、今度これをもう一回皮を剥いて、でですね、まず半月切りですね。人参を皮を剥いて